んにちは、ずんだもんです。世界が平和になってほしいと願い、ロシアとウクライナの戦争を止める方法を考えてみました。ねえ、ずんだもん、世界中の人が平和な世界を望んでいるのに、なぜ世界は平和にならないのかしら。世界平和を願う集いや催しはたくさんあるんだけど、具体的な提案とかは少ないよね。そうそう、みんな願いはするんだけど、具体的にではどうするのという案は出ないのよね。そうだね。それじゃあ今回は停戦を実現するための方法を考えてみよう。そもそもなんで停戦って難しいのかしら。個人レベルの結果と同じじゃないかな。A さんと B さんが争っていたとして、 A さんも B さんも自分が正しいと心の底から思っていると、喧嘩は止まらないよね。正義は我にありだと止まらないわね。そうそう、自分が正しいと思えば思うほど引けないんだ。これは個人単位でも国単位でも同じだよ。つまりどちらが正しいか非かを突き詰めて議論しても成果は上がらないということね。戦争は外交交渉の一つとして考えると交渉の余地はあるのかもしれないけど、戦争は一回始まってしまうと止めるのは難しいものだからね。それはなぜかしら。外交交渉や決断は政治家任せになるよね。そうね。政治家はそれぞれ立場があるので、自分たちの方が正しいと思っている国民の意見を背負っている場合、絶対引けないんだ。政治家が国民のためにと思えば思うほど引けなくなるということね。そうそう、相手のことを悪魔だとか悪いやつだと思うのはいいんだけど、その考えだけで議論や思考を止めてしまうと勝ち負けがつくまで戦争は止まらなくなるんだ。どうしようもないじゃない。なので戦争している両国の国民が納得は無理でも妥協できる停戦案が必要となるんだ。政治家が仮に振り上げた拳を下げたいと思っていても国民が許さなかったら止められないものね。でも停戦案って難しいわよね。難しいからこそ議論というかオープンな環境で検討ができるといいと思うんだ。例えばさ、英国の政治家が心の底から英国を愛していて私利私欲なく英国のために生きているとするじゃない。ふむふむ、その政治家がいろいろと考えた結果停戦をしようとするよね。するとどうなると思う？停戦案に賛成する人と反対する人が出るわね。そうなんだ。今まで勝つために命を懸けて戦ってきた人、家族や友達、仲間を失った人たちからしたらいきなり停戦となっても納得できないんだよ。それどころかその停戦を提案した人たちを許せない気持ちになるわね。なので停戦案はある程度オープンに様々な案を国民レベルで出せた方がいいと思うんだ。いきなり押し付けられるよりある程度知っておいた案の方が納得はできなくても妥協はしやすいものね。そうそう、停戦の決断をするのは政治家であっても停戦の案を考えるのは政治家でなくてもいいと思うんだ。 SNS がこれだけ発展しているんだから議論の深掘りは昔より簡単にできるわね。 SNS がそこまで万能か非かの議論の余地があるけど、ある理由によりみんなで考えるのは必須だと思うんだ。それはなぜ？意識が戦争ではなく平和に向くからだよ。どういうこと？戦争で勝つことを考えたり戦争を嘆いたりしているばかりだと思考も気持ちも心までもが戦争にとらわれてしまうんだ。一方で平和を実現するためにできることを考えるのは思考も気持ちも心もが平和に向かうんだ。停戦案を考えることは平和の世界を考えることに意識が向きやすいということね。 A 国と B 国双方がある程度納得できるような停戦案のパターンを複数案議論できれば和平に向けた環境づくりが進むと思うんだよ。 A 国と B 国双方の国民の意識が平和に向けばよいわね。
ところで停戦案は一つでなくていいの？いろいろな人がいていろいろな立場があるから停戦案を一つに絞るのは 100% 不可能なんだよ。案として併記できる状態こそが必須だよ。なるほどね。戦争を止める決断ができるのは政治家。政治家を動かせるのはその国の国民。国民の意識を戦争から平和に向けることが必要。でも国民の意見を一つにまとめるのは難しいから停戦案も複数あっていい。ここまではまあなんとなく理解できたけど、それでも戦争を止めるのは難しいと思うわ。世の中そんなに甘くないと思うの。確かに戦争は始めるのは簡単だけど止めるのは難しいというからね。複数の停戦案をオープンな場で議論したところでそれを用いる工夫は何かが必要だね。なので悲しいけど戦争は長引いて消耗戦がひどくならない限り戦争は止まらないんじゃないかしら。人類は人命より尊いものがあると考えて戦争を始めて人命より尊いものはないと考えて戦争を終えるからね。さっきの話に戻るけど正しい正しくないで議論している限り戦争はなくならないのかもね。議論で物事は解決しないとすると他に方法が必要だよね。僕はこの前ある親子を見てなんとかなると思ったんだ。それは何？小さな男の子の兄弟がおもちゃを取り合って喧嘩していたんだ。よくある話ね。これで遊んでいたのは僕だとか、このおもちゃはそもそも僕のだとかわーわー騒いでいたんだけど、それを見ていたお母さんがじゃんけんで決めなさいと一括したんだ。それでじゃんけんしてどちらが使うかを決めて解決したんだ。ふむふむ。これってどっちが正しいとかの話ではなくじゃんけんの勝ち負けの結果だよね。なのにじゃんけんの結果だから子供たち双方が引き下がったんだ。もちろんじゃんけんで負けた子供は最初悲しんでいたけど喧嘩はとりあえず収まったんだよ。喧嘩が続くより全然平和だよね。それが国レベルの戦争でも有効だというの？僕は納得はできなくても妥協はしやすいという状況を作るのが停戦を決断する上で必要だと思うんだ。少人数の一部の政治家だけで停戦案を検討するのではなくいろいろな考え、停戦案が出た後その中から A 国と B 国の大統領がダーツやくじとかの不確実性な何かで複数案に絞った停戦案から一つを選ぶ。これが一番現実的だと思うんだ。どの停戦案に落ち着くかはダーツやくじの結果だから、政治家は自国の国民に責められにくくなる。オープンな議論で停戦案の候補をいくつか選んだ後の結果だから、双方の国民に 100% の同意は得られなくてもなんとか妥協はしてもらえると思うんだ。何よりもとりあえず戦争は止められるという成果はあるからね。停戦した結果が良い結果になるかわからないけど、まずは戦争を止めてから次のことは考えればいいものね。乱暴な方法かもしれないけどさ、ダーツの的の面積を工夫するんだ。停戦案 A 国に都合が良い 30%、 停戦案 B 国に都合が良い 30%、 停戦案 C A 国にやや都合が良い 10%、 停戦案 D国にやや都合が良い 20%、 A 国と B 国の大統領、それに国連の事務総長とかの第三者を1名入れてそれぞれが3回投げて一番刺さった案を停戦案に選ぶ形にするんだ。そしてダーツが終わったらノーサイドで関係者は決まった停戦案実現に向けて動くことを約束するんだ。ダーツは不正が行われないように全世界に生中継で放送されれば世界中が見届け人となるわね。この停戦案は3年間のみ有効とかにするとか、改善する余地があれば一旦は試してみようとなるかと思うんだ。ぶっ飛んでいる
の場で結果も分かりまとまりやすいかもしれない。関係者全員が納得する停戦案なんて 100% 存在しないし、作り出せない。議論を重ねても物事が解決しない場合、ダーツと各自とか剣の采配に任せるのが良いと思うんだよね。おもちゃを取り合った子供がじゃんけんの結果だから仕方がないと思うのと同じね。もちろん方法はダーツでなくてもいいんだけど、候補はみんなの英知を絞っていくつか出して、最後に剣の采配に任せようがこの提案の趣旨なんだ。ダーツで国の命運をかける話にはならないと思うけど、平和を実現するためにみんなで知恵を絞るのは良いことだと思うわ。そうだね。